皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では食糧危機の可能性について情報をシェアしていこうと思います。というのは、インドの米の輸出禁止措置の情報について日本政府はあまり重要視していないのか、主要メディアでも取り扱っていませんが、私は警戒すべきだと思いましたので、どんな状況なのかを動画にしてみようと思いました。確かに日本はインドから米、小麦を輸入していないので、大した影響はないだろうとの判断になっていても仕方ないと思います。そして実際2022年も同様にインドは米の輸出規制を行っていましたが、その悪影響も特になかったので警戒していないのは当然かもしれません。ところが今年のインドの状況、世界の食料事情は去年とは大きく違うものになっており、この違いを理解しないと大変なことになるという動画内容となります。仮に間接的な悪影響を受けることにでもなったら、そのしわ寄せは私たちに来るわけです。リスク管理に関心がある方にとっては有益な情報となると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、インドの穀物輸出禁止措置というのは冒頭でも言った通り2022年にも行われておりましたが、詳細を見ていくと破砕米の輸出規制を行っていたことがわかります。ちなみに破砕米とは、精米した米を主食への転用を防ぐため粗く破砕して焼酎製造の麹原料として、また米焼酎の主原料として広く使用されています。過去にはタイやビルマの外米を使用してきましたが、昭和45酒造年度から外米輸入が制限され、沖縄県を除き国内産に切り替わっています。また最近では破砕米はライスレジンと呼称が変わりプラスチック原料に利用され、子供向けのおもちゃであるダイヤブロックにも利用されています。確かにそんな謳い文句の宣伝を耳にしたことがありましたよね。2022年に行われたインドの輸出規制というのは、その破砕米が対象であったのに対し、2023年7月20日に発表された輸出規制というのは、バスマティ米を除く 80% の主食用米に対して行われるもので、明らかに2022年とは違うものです。そこで私が警戒した方が良いと考える理由を挙げておくと、1、インドの輸出禁止措置を受けて他の米輸出国が同様の措置を取り始めた。2、ロシアがウクライナ産の穀物を黒海経由で輸出する国際協定の延長を拒否というのが主な理由です。今年のインドの輸出規制というのは、国内の米の価格が異常なほどに高騰しているため、国内経済を安定させる目的であるとしています。つまり世界的に見ると、異常気象やウトロの戦争によって影響を受けた食料輸入国からの需要が高くなっていることが影響していると思われます。なので今年は破砕米ではなく食用米の輸出禁止措置が行われており、この輸出規制によって影響を受ける国はどこかといえばかなりの広範囲となります。インドはご覧の図のようにアジアおよびサブサハラアフリカのいくつかの重要な市場への米の主要な供給国であり、米市場の混乱によっていきなり食糧危機に直面してしまう状況にあります。そういった意味では、日本は小麦のほとんどを輸入に依存しているわけで人事ではないと思います。こうして世界地図にてその影響を見るとすごいことだと思いますが、42カ国がインドからの米の総輸入の 50% 以上を占めています。なのでこれらの影響は計り知れないほど大きく、他の米輸出国であるベトナム、タイなどの供給量だけでは代用できないのが実情になってくると思います。この図の中でも 80% 以上依存している国というのはパキスタンやアフリカ諸国となりますが、インドからの米が輸入できないからはいそうですかというわけにはいかないわけで、それを他の国からの輸入に頼ることは当然の成り行きとなりますよね。ここで米の輸出国の概要を見てみますと、インドは世界一の米の輸出国となっています。今回の報道を受け、輸出量世界第2位のベトナムと第3位のタイでは国内の米確保の指示が出ています。つまりインドの輸出禁止措置を受け、インドの米に依存していた多くの国が他の国からの調達をすることになります。そうなると、ベトナムやタイの米の需要が一気に高まり、国内の物価高を引き起こす、つまり国内経済がインフレで混乱を招くということになりますから、先手を打っているわけです。ちなみにこの表からわかるのは、中国は米の生産高は世界1位ですが、なんと米の輸入高も世界1位です。この状況をどう考えるかですが、中国あるあるで生産高をごまかしているのかもしれません。輸入高は相手があるわけなので数字のごまかしはできませんが、やるとしたら生産高である可能性もあります。または
国内の需要を満たすことができないので輸入しているという見方もありますが、現在の中国が異常気象の影響を相当受けていることから農作物の影響は計り知れません。どのくらい異常かというと、今リアルタイムで内陸部の北京全体と言って良いほど水没している状態になっているのです。SNS の情報では北京が5メートルほど水没しているということで、こんなことは過去になかったと言います。この傾向は中国全土の農村部にも起きていますので、食料の輸入量はさらに増える可能性があります。ここ数年中国は食料備蓄を強力に推し進めており、一時期は世界の備蓄量の半分を占めていた時もありますので、安泰ではないかと多くの人は思うかもしれません。ところが、そんなうまくことは運びません。というのは、案の定中国の食料保存庫の爆発が起き始めているのです。これは毎年恒例なのですが、あの国は官僚や役人の腐敗が相当進んでおり、というか長い歴史上まともであったことがないので、これが正常と言えるかもしれませんが、横流しして倉庫内の食料は瓦礫にすり替えられています。その発覚を恐れ、火の気がないところでも火災が起きているのです。ここまでの情報で皆さんは何を感じましたでしょうか。インド、ベトナム、タイなどは国の政策で国内経済の安定を図って輸出規制をかけてくるというまともな政策をしておりますが、日本はどうでしょうか。日本の農業政策というのは、国内の米価を維持するために農家に補助金を出して米を作らせないようにしているということをしています。その補助金はもちろん税金ですから、また支出が増え財政赤字が増えたということで増税ということにつながっていますし、米価が高く保たれているということは、庶民は自分たちの税金で高くなった米を買って生活が苦しくなっていくという馬鹿げたことをしていることになります。もちろん米農家には適正価格で買ってあげなければ持ちつ持たれつが成り立たないわけですが、どうせ税金使うなら国がもっと世界に日本の米が高品質であることをアピールして輸出を増やすことをすればいいと私などは素人ながら思うわけです。輸出を増やしておけば、いざという時にインドなどのような食料安全保障にもつながると思うのですが、皆さんはどのように思いますでしょうか。こうして世界で何が起きているかの情報を集めてみると、なんだか恐ろしいことが起きる気配がしてきてしまいます。日本の食料自給率はご存知の通り 37% とまた 1% 下がりましたが、これはカロリーベースの計算であって、生産高ベースで考えると 60% 以上はあると言われていますが、その生産に必要な家畜で言えば飼料や農業で言えば化学肥料の海外依存率はほぼ 100% です。その輸入に問題が起きたら日本の食料自給率は限りなくゼロに近づきますし、首都圏に住む1400万人以上の国民は上に向き合うことになります。特に東京にお住まいの方はどれだけこのような現状を理解しているのでしょうか。こんな状況で今現在日本政府はウトロの戦いに首を突っ込みすぎていると思います。そして日本は石油や天然ガスの資源国、小麦や米などの農業国で作っているブリックスという経済圏にも属しておらず、この経済圏は反アメリカ同盟国と言って良いほどのものであり、日本はもしアメリカからはしご外されたら一気に食糧危機と直面することになります。この件についての動画も作っておりますので、ぜひご視聴いただきたいのですが、知れば知るほど背筋が凍る思いがいたします。歴史から見ても直近で見てもアメリカは日本を利用するだけ利用してきているので警戒しなければならないのですが、今の政府には全くと言って良いほど期待できないと思います。だとしたら個人でできる限りの対策をしていくしかないと考えるのは普通のことと思います。こういった情報を積み重ねていくと、日本国民というのは相当な危機的状況にあると思います。話は少しそれますが、ついに日本が超過死亡者数で世界1位になりました。熱波によって引き起こされた連日の猛暑によって多くの熱中症にかかった方の尊い命が絶たれています。本当にお気の毒な話なのですが、こういったこともいろいろと情報を集めていくと一つの仮説が成立します。あまり詳しくは言えないのですが、当事者になってからでは遅いわけで、必要な情報は手を伸ばせば手に入ります。仮説といっても世界の情報を集めていくと論文が発表されているのですが、その論文は論文であるために査読されますから、全く根拠がない話ではありません。本当に各自が自分の身や家族の身の安全を考えることをしないと、まさに自己責任になっているのが今の社会となっています。話を戻しますと、今回のインドの輸出規制は今までの状況と次元が違うと思いますので、食料備蓄を強化する必要がありそうです。食料備蓄については、このチャンネルでも結構取り扱っており、再生リストも作っていますので、
何かやりながらでも聞き流していただけたらと思います。私の食料備蓄に対する考え方は、食品添加物を避ける食材であったり、無農薬米を使った備蓄を心がけてはいません。もちろん健康のことを考えたら体に良い食材を選ぶことは必要かと思いますが、はっきり言って一つ一つが高価です。万が一の事態になって生きるか死ぬかの時に食品添加物が多いから食べないという選択はないと思っていますので、まずは生き延びるということを第一優先で備蓄品の選択をしています。できれば体に優しい食材で備蓄したいのですが、私の経済力では限界があります。なので経済的にゆとりがある方はより体に良いものを選ぶようにしていただければと思います。参考までに有機農法の食材を選んだりすると、だいたい通常の2倍から3倍以上のコストがかかりますので、選択は各自考えて決めれば良いと思います。いかがだったでしょうか。インドの輸出規制とその影響について情報をシェアしてきましたが、中東方面の人々は直近で食糧危機に直面していくと思います。そうなると再びアラブの春が起きるかもしれません。実際日本の主要メディアではあまり取り上げられていませんが、暴動が起き始めています。今世界で起きている紛争の根本的原因の一つはグローバリストとの戦いであると言えます。彼らの手口は世界に混乱を招き、人々を貧困にさせた上で手を差し伸べる、つまり支配することを画策していますので、そうやって物事を見ていくと見えなかったものが見えてきたりするものです。足元の災難を回避するための行動と、日本の政府が狂っていることに対して危機感を持ち、政治に関心を持つこと、各自の意見をしっかり持つことが急務であるように思います。今後も私たちに降りかかる災難、試練に関する情報を発信していきますが、中には一見自分とは関係なさそうな動画でも、一応私の中では意図や意味があって動画を作成しておりますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。暑い日が続きますので、ぜひご自愛くださいませ。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。